なんだ、岡田さんとプロデューサーの人が来て、イメージがあんたなんだってから、あ、そうですか。もう岡田さんだからね、あの監督が出てくれって言うんだったら喜んで出るって言ったんだけど、来たら役の名前を北野にしてくれなかったら、そのまんまじゃねえかっつって、そのまんまだったら俺役じゃなくて字でやるんじゃないかと思って、ちょっとそれショックだったんだけど。初めは、漢字でそのまんまだったのよ。北野武そのまんまだったの。で、まるっきり俺が出ることになっちゃうから、それちょっと勘弁してくれないですかって言ったら、じゃあカタカナにするからって言うから、だから字のまんまでやってくれってことなのかな。字のまんまでやってくれっていう割には、監督はすごい細かいからね。なんかすごいいろいろ注文があれだけのシーンの中でもすごくついてましたよね。スタッフの中で一番元気だもん。そうなんですよね。周りがみんな倒れる。そう。本当疲れるもん。よりよりしてる中で監督一人元気なんですよね。それで一番年だったら不思議でしょうがない。そうなんですよね。だからもう情熱が違うんだなと思って、映画にかける気持ちが違うから、周りが振り回される。もう基本的にはイメージだからね。テレビとか映画で見てる俺のイメージでやってくれってことで、俺の、まあ、本来のっていうか本性じゃないんだから、だから普段画面に出てるようなやり方すればいいんだなと思ってやってるんだけど、わりかしあんまり何も言われないから、それでいいのかなと思って。それはまあなんだろう、監督がそうしてくれって言うから。あ、そうなんです。普通まあいろいろ現場でリハーサルやって、今のやり方してとか言われるから、じゃあそれでいいのかと。なんかこうちょっとおどけた感じとか、いわゆるコメディアンの部分のビートたけしみたいな感じっていうのはあんまり要求されない。これからちょっとモニター見ながらやってるとこはそれやるのかなってゲラゲラ笑ってるのかなっていう感じもするんだけど、まだイントロのとこはそうでもないみたいな。あんまりその内容についてっていうか、役者で出てるからね、映画の内容とか演出方法に対しては一切その気にしないようにして考えないようにしてるから、それ考えていくと、監督そこはこうじゃないですかなんて下手すと言っちゃう可能性もあるんで、それが一番失礼なことだから、もうこっちは言われた通りやるだけで、まあ内容は一応こんなことなのかなっていうのとあんまり深く考えない。例えば最初にバッとナイフ投げて、勝負の後ナイフ投げてこう生徒殺しちゃうみたいなシーンとかも割とこう淡々とやるっていう感じなんですか。だからまあその先生的にはまあ先生も完全に切れたっていうところじゃない。生徒も言ってるし、先生も初めは生徒だけが言っちゃってたんだけど、先生がそれに必死に耐えてたんだけど、やっぱり世の中がそうなったら今度はその大人の方が切れちゃったっていう話だと思うから、そうすると子供以上にこう残酷なことを考えてやってるっていうのは、昨日撮ったシーンはもうもう嫌いたりなんかして情けない人をやってるんだけど、それが一緒にこう表現するっていうのは、まさしく表現ですよね。狂気もあって恐ろしい、でもちょっと優しいおじさんみたいな、そんなのが今の河原のシーンなんかまさしく。まあ今のはね、ほとんど本当はこういうんだけどっていうのが理想だと夢見てるんだよね。夢、そうですよね。だから基本的にはいつの時代の先生もその狂気に走った先生だってクラスの好きな子がいるっていうかね、いい子だなと思ってる子が必ずいるわけで、そういう狂気に走ってても、内面では意外にそういう気持ちもあるっていうことがポッと出ちゃったんだ。そんな感じですよね。
小学校2年から6年まで同じ担任なのでずーっと伊崎先生ってのいて、その先生には非常に可愛がられたからね。だからなんて言うんだろう、中学高校になると冷めたってね、冷めちゃったってのは高校になるとやっぱり歪んだ教育っていうか、なんか学校の名前あげようと思って国立に何人入るかみたいな選抜制度になって、学校の中で優秀なやつだけ一クラス作って、あとはもう早く帰れって感じだったから、理工組とバカ組っていうのがあって、俺らバカ組の代表だったから、わざと授業の邪魔したりなんかしてたけど、外で石投げてるんだから、そういうのとはまた今はちょっともっとひどくなってきてるなと思うけど、あれでも中学の時はだって1クラス60人だもん。で16クラスで1000人だね。そうですよね。まあ団塊の世代のその最高の人がいる時で、1番から900何番までテストのたんびに張り出すんだもんね。で1番とペケはいつも決まってたんだよ。で1番はさすがにまあ、東大出て、マサチューセッツ工科大学なんか行ってたすごいやつ。バカは本当にあんまり言えないけど、今だったら完全に病院だよね。そいつは学校来ちゃいけないってやつだよね。そういうのが一緒に1000人いたんですよね。それでワルは徹底的に、ワルがもうヤクザの親分だったりして、もうぐっちゃぐちゃだからね。大笑いだよ。でもそれある種こう多様性があったっていうか、めちゃくちゃなエネルギーもまた逆にあった。だから先生なんか生徒の顔なんか覚えてなかったじゃん。俺同級生ってよく中学の時のやつが訪ねてきて会ったりなんかけど、どこにいたお前って言うと15組って俺知らないよ、2組だからって。2組じゃ15組じゃ全然わかんないんだよ。よっぽどの悪く頭いいからどっちかじゃなく覚えてないし。だから今日のセリフなんかで昔は殴ってりゃ可愛くなったし顔も覚えたしみたいな、ああいう実感っていうのはなんとなく言っててわかります？そうだよ。もうだから昔の暴力っていうか、あれも付き合うっていうかね、コミュニケーションだったじゃん。今のは単なる体罰みたいになってるからだと思うよね。罰としての関係とじゃなくて、昔はコミュニケーションの一つとして頭をボコってやってなんかしてたわけだから、だいぶ違うんだよね。基本的には傍観者とか客観的っていうか、こう上から見てる感じというのは、まあ実際見てる感じっていうのは一番強いんじゃないかね。それの下が実際手を下すやつらだと思うからね。大体の暴力なんて大抵そうで、殴るか殴らないかって言ったら黙って見てるやつのが怖いっていうのはあるんで、やらしてるっていうのは。ないね。あそこ飛びこそこ落ちたいなと思ってね。そう、あそこでずるっと行くとか、べちゃっと倒れて多分 NG になる。多分ダメだから。まあもう基本的には俺と生徒がいて、その上に監督がいるから、もうこっちは指示通り動いて、だから生徒たちが一番大変だと思うよ。演技がいちいち注文なんてすごいからね、リハーサル長いし。でもやっぱり深作監督の世界でね、テンションがね、監督のテンションって俺より年の人のはずなのにね、俺よりペース速いよね。芝居のペース、間は俺の半分ぐらいだね。俺が間を取ってやると「武さんすいません今の半分にして」って言うのね、うわ早いなと思う。だからサイクルは俺より倍早いんじゃないかな。もうセリフの間もじゃんじゃん詰めさせられるしね。こっちがじっくりなんて言うとそんなこと全然
もっと早く早くね、テンション高いんだよね。確かに監督の映画がみんなそうですね。深作さんの独特のリズムが速いですよね。早い早い、ぐん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 押し込むから、俺は逆に言えばこう間延びさせてるっていうか、わざと間を取りすぎてるとこあるんだよ。真逆かわかんないね。やっぱりあれ誰が考えたんだか、監督にモニター見せちゃったから、モニター見て、要するにカメラ覗いてないわけだから、今まではカメラの部分が見えなかったから OK したんだけど、今度はモニター見たから、そのフレームの中の細かいとこをすごい注意深くなって、セリフ喋ってる以外の人ばっかりじっと見てるね。そうするとこの人がセリフ喋ってる時なんでそんな顔してんだとか、こっち動けとかすごい細かくなって。だから柳島って俺のカメラマンいるんだけど、それが今度はやることになって、でなんでモニターなんか持ってくんだよって言ったら、いやいや監督が見るって言ってんだって、やめろよ長くなるからさ、案の定なんだって。であいだけの数40何人の芝居をさ、俺なんかとっくにもう嫌になっちゃうんだけど、どうでもいいと思って他のやつなんか映ってねえんだからと思うと、そうじゃないね。やっぱ黒沢さんとみんなそうだけど、映ってない人の演技の方が気になっちゃってるんですよね。そうするとすごい細かいよね。